この今ニンニクオイルと菜の花を合わせる。でパスタを加えたら沸いたお湯を必ずパスタに回しかける。ここで最後に穂先の部分も加えて、はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は菜の花のアリオ料理を作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、菜の花、ニンニク、唐辛子、アンチョビ、塩、お好みのチーズ、水、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、今朝ですね、スーパーで今旬で特売だった菜の花を使った料理を作っていきます。でこの菜の花っていう食材はイタリア料理で本当にですねいろんな料理に使われるんですけど、パスタにももちろん使われていて、で今日は僕が今まで作ってきてですね、菜の花をパスタにするとしたらこの作り方が一番美味しいよねっていう作り方をですね紹介していきたいと思います。で今ちょうどですね僕のワンパンの本が発売されているので、よかったら概要欄見てみてください。はい、それでは今日主役のこの菜の花はですね、今日量多いと思うんですけど2人前でやっていきます。で菜の花っていう食材はまずこの茎の部分と、あと葉の部分と、あとですねつぼみの部分、この穂先の部分ですね。でこの3パーツに分かれます。で通常葉物っていうのは、このパーツごとに分けてカットするんですけど、菜の花は実は結構火が入りやすい野菜の一つなので、茎もですねもう1分ぐらい茹でてしまったら柔らかくなるので、もうあんまり考えなくて今日はこれぐらいのサイズに切ってしまいます。でちょっとこの穂先の部分だけ仕上げに入れていく感じにしたいので、穂先だけこうやって外しておきます。あと今日ニンニクは青森県産のこれ大きいやつなので、2人前1つっていう感じで、今日は菜の花の素材の香りを大事にしたいので、ニンニクはみじん切りとかにしないで潰すだけにします。こんな感じです。でこの下の根っこだけ落として、でこんな感じです。で唐辛子は辛みのアクセントとして加えていきます。でもう一つ今日のパスタで重要になってくるのがこのアンチョビです。アンチョビっていうのは発酵食品であり塩味でありうまみなので、それが入ることによってパスタ料理がですね奥深いものになります。で今日4ヒレ使っていきます。今日これから作っていくこのパスタ料理はとても地味なパスタ料理にはなるんですけど、しみじみした美味しさだったりとか、ホッとするような美味しさのパスタなので、イタリアでいうとすごい神髄的なパスタ料理なんですよね。でこの菜の花のパスタは煮込んでいくことによってそのうまみとかですね、ほろ苦さだったりですね、そのイタリア料理の良さっていうのを出していくようなパスタ料理なので、今日はワンパン調理をしていきます。はい、それではまず潰したニンニクとアクセントの唐辛子でオリーブオイルが入ります。でここからじっくりと加熱をしていきます。はい、それではニンニクがふつふついってきたので、そしたらごく弱火に落として、今日はですね結構大きいニンニクなので、じっくりとここで 4,5 分ですねこのままキープしていきます。でニンニクはじっくりと加熱するんですけど、今日は色も少しのせていきたいです。でこれは菜の花だけのシンプルな今日パスタなので、ニンニクも色がついてなくて柔らかい香りというよりはちょっと香ばしい香りもついてた方が美味しいかなと思うので、色ものせていきます。あとは唐辛子もですねちょっと辛みを効かせてメリハリをつけたパスタ料理にしていきます。はい、それではニンニクの香ばしい色も乗ってきました。そうしたら菜の花を穂先以外全部加えます。で加えたらワンパンのパスタ必ず最初に塩を加えてください。で塩入ったらこの今ニンニクオイルと菜の花を合わせる。でアンチョビも入れます。でこのニンニクオイルとアンチョビを溶かしながらですね、塩と全部この菜の花に合わせてしんなりするまで少し炒めます。今日はですね本当に神髄的なシンプルなこの菜の花の
うまみが効いたパスタにしていくんですけど、さらに何かトッピングしたいよっていう方はですね、ここに魚介入れてもいいですし、季節的にホタルイカを入れたりですね、本当にこれプラスで入れても美味しくなるので、お好みのやり方してみてください。でこのニンニクもですね、大きいものだったらこうやって潰して香りを出しながら、で菜の花に和える。でここで塩とアンチョビも入っているので、もう菜の花がですね、これ食べた時点で美味しい状態が作れてます。ここまでいったら水が入ります。で1人前の場合はいつも水を360ぐらい加えるんですけど、2人前の場合は500水を入れてください。でこの状態でですね、沸かして沸いたところにパスタを加えていきます。でもう少しで沸いていくところなんですけど、もう菜の花ってもうですね、今この時点でだいぶ柔らかい状態にはなってるんですけど、イタリアはですね、もう形がなくなるぐらいまで、ありえないぐらいまで煮込むんですね。でそうすることによってですね、この菜の花のポテンシャルがですね、最大限に発揮されるので、ぐずぐずに煮込んでいくのが今日の一番のポイントです。で今ベースがやっと沸いてきました。そしたらパスタが2人前、今日は 160g 入ります。でパスタを加えたら、このお湯を、沸いたお湯を必ずパスタに回しかける。ワンパンのパスタを作る時に僕はいつもどの動画でも必ず言ってることがあって、パスタですね、使う麺はこのツルツルのテフロン加工のパスタを使ってください。でワンパンのパスタは最初から最後までこのソースの中でパスタを炊いていくので、ブロンズ加工のザラザラのパスタを使ってしまうとですね、ドロドロになりすぎてしまって美味しくなくなってしまう場合があるので、テフロンタイプのパスタを使えばそれがまずなくなるので、テフロンのパスタをおすすめしてます。はい、それでは今沸いた状態でパスタがソースに浸かりました。そしたら中火に落として蓋をして袋表記加熱していきます。でワンパンのパスタで2人前以上ですね、多い量やるときは必ずですね、この8分茹での場合は2回ぐらいですね、こう開けてあげて、このほぐすという作業をしないと麺がくっついちゃうので、1人前と違うところはそこですね。でまだ茹で上がりがあと3分ぐらいなんですけど、もう1回開けてですね、でくっついてないか確認して混ぜて、でこの状態であと3分煮ていきます。はい、それでは今袋表記立ったところです。いい感じですね。この見てください、当たってなくてちょうどですね、いい感じに茹で上がってます。でここで最後に穂先の部分も加えて、で最終的にですね、あとはこの汁気、今ちょうどいいぐらいなので、もう少しですね、ちょっと足りない場合は水足せば大丈夫です。ちょっと足しながら。で今日はイタリアの作り方で、この葉とかの部分はここでですね、潰しながらクタクタに火入れしながらですね、で穂先のフレッシュ感入ったちょっと日本風な作り方も入れながらっていう感じで、煽るとですね、このソースのとろみがしっかりとこう乗った状態になってます。はい、それではこれで麺にソースがしっかりと絡んだので盛り付け入ります。はい、これでアーリオオリオベースの菜の花の煮込みパスタ完成です。はい、いただきます。先の部分も一緒に。おいしい。皆さんこれはもうですね、プリアの味ですね。もう一口食べるとですね、これ材料本当に少ないんですけど、旨味がしっかりと出ててですね、
この菜の花のソースが麺にしっかりと絡みついていて、もう本当に地味なんですけどしみじみ美味しいパスタ料理です。で今日はですね、ワンパンのパスタ初めて2人前の量で解説しながらやりました。で僕は普段このテフロン加工のツルツルのパスタをおすすめしているんですけど、そのおすすめしている理由は、まずはソース、どのソースでも選ばずに美味しく作れるっていうことと、ワンパンのパスタの場合は1人前から2人前、3人前、4人前って上がっていけばいくほどソースがドロドロになってしまうので、テフロン加工のパスタの方がドロドロになりづらいからそれをおすすめしています。でもブロンズ加工のザラザラのものでもですね、おすすめのソース、合うソースっていうのがあって、今日の野菜の煮込みのパスタだったりとか肉のラグー系のソースにはザラザラのパスタもですね相性がいいので、ぜひいろいろやってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタなんですけど、ワンパンの調理法と本当に相性のいいパスタ料理になっているので、よかったら作ってみてください。いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。